始まりました。都市と写真。今日は高槻、大阪の高槻市に来ています。高槻城公園芸術文化劇場は高槻市の文化センターみたいなところで2023年に南館が新しく建てられました。その建築写真を撮りに来ています。今見えているようにとてもシンプルで統一感のあるファサード。これが僕の好みにぴったり合います。この建築は2025年日本建築学会の作品賞を受賞。たまたまそのニュースをネットで見て、これ撮ってみたいなと思ったのがきっかけです。高槻にこんな建築あったんだってなりましたね。まずは周囲をぐるっと一周しながら良い角度を探していきましょう。今見ている角度もいいんですが、ちょっと光の角度が良くないです。今立っている場所は北東の角です。太陽がちょうどこの建物の裏に位置していて、建物の見えている部分が全部影になってしまっています。撮りたいのは光と影が合わさった状態のファサードです。東側の正面に来ました。ここもいまいち早いですね。カメラを構えてすぐにやめました。もう少し歩いてみます。ぐるっと回って南側に来ました。この時間、この角度だと光が使えます。見ての通り、建物の左側に光、右側が影になっています。複数の建物、それぞれの側面に光が入っています。75ミリぐらいの中望遠で切り取るとこうなります。いやー、我ながら地味。でもこれすごくいいですよね。もう光と影だけで勝負してるって感じが。建築物というよりも平面上の幾何学模様に一瞬見えます。この建物の境界部分に光のラインが入っているのもポイントですね。今回のようにすごくシンプルなファサードの建築は自然と光と影に注目がいくようにできています。あとはその見せ方、切り取り方ですね。広角で建物全体を入れるよりも中望遠で一部を切り取るという方法が適していると思います。さて次はもう少し移動して南側の正面に回ってきました。この角度もなかなか良さそうです。まず考えたのはここに人が通るのかってこと。しかしよく見るとこの建物の手前は人通らない感じですね。通っても関係者くらいでしょう。一般の人は入れないエリアになっています。今奥の通路に人が通りました。そうか、奥は通るんですね。でも奥のこの部分はちょっと暗いので背景と人の分離が難しいなと思いました。ということで人は入れずに行きましょう。はい、真ん中に影の三角形を配置。あとは建物の壁に使われている木材の縦のライン。幾何学模様を見せる写真にもなりました。三角の影がいいですよね。あとこうして見ると人が通る場所の暗さ、背景との分離が難しいといった意味が分かってもらえるかと思います。さてこの場所でなんかもっといい角度ないかなと粘っていて見つけたのがこの角度。ちょっとだけ左に寄って縦構図で撮ってみました。階段の斜めのラインと壁の縦のラインでシンプルに。平面的でもあり奥行きもある写真です。視覚的にちょっとした違和感みたいなものを感じてもらえたら狙いとして成功かなと思います。ということで今日は3枚。地味ですが個人的には満足する結果でした。どうなんでしょうかね。こういうミニマルで抽象的な建築写真。前回出した万博の写真の方が反応はいいのかなと予想していますが、僕としては今回の写真の方が気に入っています。建築を建築として見せるというスタイルではなく何か別のものに見せる。フラットな模様のようでありながら実は奥行きのある構造体。そう認識するための手がかりとして光と影を使う。そのようなからくりになっています。
このような建築写真は以前にもいくつか撮って紹介したことがあります。ただ以前のものは抽象度は低いです。マンション、バルコニー、窓といった住居としての部分がすぐに見えてリアルな世界へ引き戻されます。また反復するリズムが整っているので、その分かりやすい美が主題となってきます。これは整いすぎているという見方もできます。これに対し今回のような抽象度の高い建築写真は、美は一応テーマになっているんですけど、誰もがパッと分かるような美しさではない。線や長方形、台形、三角形といった幾何学図形がただ並んでいるだけのように見える。でもそこに奥行きのある立体構造が隠れていて、光がその謎を解くヒントとして機能しているみたいな、その視点そのものが主題となっています。かっこつけて言うと、意味や機能から脱却して純粋な形だけ見る、そういう視点です。以前の撮り方と今回の撮り方、ちょっとだけニュアンスが違うということが分かってもらえるかと思います。抽象的な写真はやりすぎると何が何か分からなくなります。逆に分かりやすくすると説明的になってつまんない写真になります。そのバランスがとてもシビアなので、やろうと思ってもなかなかうまく実現できない。僕にとってもまだまだ勉強中の分野です。できればこのシリーズをもうちょっと数を増やしたいですね。一枚一枚が地味なのでもっと数が必要です。そうすることでコンセプトも明確になりますし、シリーズ写真として入るのかなと思っています。ということで今回は抽象建築写真の回でした。一般受けしない内容ですが、刺さる人には刺さる回だったかなと思います。いいね、グッドボタンをよろしくお願いします。それではまた。